乱数の発生を視覚化したプログラムについて見ていきましょう。下限値1、上限値5の乱数を発生させてみます。回数は30回発生させます。そうすると、1、2、3、4、5というような形の乱数がランダムに発生します。で、30回実行されました。それでは今整数だけ発生しましたが、ここで下限値を 1.0 にします。そして上限値を 5.0 にして実行してみましょう。そうするとこういうふうに小数点以下も乱数として発生されて 1.0 から 5.0 小数点以下も乱数となった値が発生します。それではプログラムを見ていきましょう。まずグリーンフラグが押されると画面をクリアして大きさを 50% にする。これはこちらのボールの大きさですね。そして線を引くということで、これは定義ブロックになります。こちらの方の、ブロックですね。が実行されます。ペンの拡張機能を使って、色を黒にして、マイナス200からマイナス200、y 座標がマイナス100から、x 座標、プラスの200、y 座標がマイナス100の線を平行で引きます。そして、乱数の下限値を 1.0、P1 に設定、P2 に、乱数の上限値を設定します。そして N、これはループのカウンターですね、を0に設定します。そしてこちらの方ですね、何回かこう回ってきますけども、今回は30回回します。そして乱数を発生させて、やりますが、定義ブロックでここでこういうふうな形でですね、乱数を発生します。P1 から P2 までということで乱数を発生し、変数乱数に入れます。そして、こちらですね、表示空間。これが400、ありますので、400割る、乱数の範囲で割ってやります。乱数1に対して、こちらの x 座標がいくらかに当たるかを計算します。そして、この座標値ですね。乱数がこの x 座標のどこに当たるかを計算していきます。これは乱数マイナス、下限値で引いてやって、かけるの、こちらですね、w かけて、そしてマイナス200にすると、この座標値が出ます。それを、座標値は整数であることが条件ですので、四捨五入をします。そして xi を求めます。そして、このボールの位置を xi、x 座標を xi、y 座標をマイナス100とします。そして、スプライトを表示させて、そこにこのコピーをですね、クローンを作ります。自分自身のクローンを作ってやって、ここに表示します。そして、ここで乱数を表示します。0.5 秒表示して、これをぐるぐる回るという、そういうようなプログラムとなっています。